わちゃんどさん、こんにちは。ぐだぐだネイルスタジオあわチャンネルのあわちゃんです。数あるネイル動画の中からあわチャンネルを見てくれてどうもありがとう。で、この動画をね、見ているということは、細い線が引けないというお悩みの方が多いのかなと思います。あとは、そうね、あわちゃんどさんだね。いつも見てくれてあんがとうということで、今日は細い線の描き方ですね。細い線を描くために必要な条件など、ここら辺についてお話をしていきたいと思います。ぜひ最後まで見てね、細い線が描けるようになりましょう。グダグダネイルスタジオあわチャンネルでは、まず細い線を引くためには、テクニック云々の前に必要なジェルとブラシが必要です。先にちょっとこの解説をね、していきますね。ジェルは適切ですか？細い線が引けないと悩んでいる方の多くは、まずジェル選びから間違えてしまっている場合が多いかなと思います。ジェルってね、いろんな種類があると思うんだけど、発色がね、あんまり良くないジェルの場合や、ジェルが柔らかすぎる場合ですね。こちらはジェルが流れてしまって細い線を描くということができません。試しに発色控えめな、ちょっと緩めのジェルを作ってみました。ではこれを使ってね、細い線描いてみましょうか。引けないことはないんだけど、細い線としてはちょっと弱いかなって感じですね。これはこれでね、アートとしてはありなんだけど、細かい柄とかはちょっと描きにくいんじゃないかな。ちょっといまいちかもしれない。では、ゆるいジェルがね、実際に描けないということが分かっていただけたかなと思うので、細い線を描くために最適なジェルにね、登場していただきましょう。ててててててーん。線ジェルホワイト&ブラック。この名前の通り、細い線を引くための専用のジェルです。ハペジェルのコンテナのこのタイプのシリーズは、大体どんなカラーでも細い線を引くことはできるんだけど、これはね、もう別格でございますよ。めちゃくちゃ細い線も描けます。じゃあちょっとね、実際に描いてみましょうか。細い線を描くために分かりやすいようにね、紺色のネイルチップを作ってくるよ。では実際に描いていこうと、ちょっとその前に、このカラージェルやクリアジェルによっては未硬化ジェルが多い場合がね、あるんだよね。で、その場合、上から描いた細い線が滲んでしまう場合も考えられるので、一旦マットコートを塗りましょう。マットコート塗ることでね、失敗した時の保険にもなるしね。スイ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 と。さて、マットコート塗れましたね。ではね、実際引いていきましょう。パレットに少量出してブラシになじませてスイ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 と。ちょっと歪んでしまったんだけど、一本ね、綺麗な線が引けました。最適なジェルを選ぶということの必要性がね、かなり分かっていただけたかと思います。じゃあ続いて道具の説明をね、していきますね。ブラシは最適ですか？ここら辺はね、結構好みが分かれてくるところかなとは思うんですけれども、あーちゃんがおすすめするのはこちらのブラシ、ハペジェルライナーブラシ M サイズです。筆の先はこんな感じですね。で、M サイズとあるんで S とか L とかあるかなって思うんですけど、M サイズのみです。だいたいこのブラシ1本でね、どんな線も描けます。本来なら短い線を引く場合はもうちょっと毛が短いブラシがいいとか、いろいろあるんですけど、持ち替えもね、結構めんどくさいし、あーちゃんすぐどっかなくすし、あーちゃんはこれ一本で細い線をね、描いております。逆にもっとこのおけけが長いブラシとかもあるんだけど、それはそれでちょっと扱いにくかったりもするので、個人的になんですけど、M サイズのこのブラシがね、一番おすすめです。当たり前のことなんですけど、当然このブラシのね、毛先が太いと細い線は
描くことができないので、このようにね細いブラシを選ぶようにしてください。よくお安いショップさんとかでねアートブラシとして販売されているものはこのように意外とこの毛の部分が太いブラシが多いんですよね。どうでしょう、思いのほか太いでしょ。アート用って書いてるからこれで細い線が描けるって思われがちなんだけど、ネイル沼勢のねあわちゃんからするとこの筆はあかんとなるんですよね。ちょっと太いのよ。これはこれでね使い道は他に十分あるから持っててもね困ることはないんだけどね。じゃあ一旦ねここまでの細い線を描くために必要なことをまとめるね。適したジェルと適したブラシ、まずはここをしっかりね選べているかどうかを見直してくださいね。じゃあ続いて実際に描いてテクニック編をお伝えしていきます。筆は引いて描け。正直細い線をある程度のレベルまで描くようになろうと思ったら、描く回数をこなしていただくしかないんだけど、闇雲に描くよりかは、ちょっと楽になるんじゃないかなと思うんで、今からあーちゃんがお伝えする方法を参考にしてみてください。まず前提として筆というのは引く動作で、描いたりね塗ったりすることができるんですね。ペンはこのようにね押すような動作でも線を引くことができるので、まずここが筆とペンのね大きな違いです。円を描く時もペンならばこのように一筆書きでね描くことができるんですけど、筆だとなかなか一筆書きで描くっていうのは難しいですね。だからもし筆でね円を描くような場合は1、2、3、4と、このようにね分けて引いていくことが大事なポイントになります。ここら辺はねもうかなりなんていうのかな、人にもよるし多分それぞれ書きやすい書きにくいあると思うんで、また別の動画でまとめてね紹介していきたいと思います。今日はまず直線をね引きましょう。今日はこの爪の根元から先端に向かって1本線を引いていきましょう。そうね、ジェルの量もねこのぐらいかな。これも明確な量は決まってないんだけど、あまりつけすぎると線太くなるので、ちょっとそこら辺はね調節してください。お筆がふっくらするぐらいかしらね。このようにちょんと先端だけにジェルをつけても長い距離の線引けないので、このようにしてねブラシの真ん中ぐらいまでかなジェルがつくようになじませようね。だからね細い線を引くときはねパレットがあるとね非常にいいですね。爪ってこういう形になってると思うんですけど、この上から下って意外とまっすぐ引くの難しいから、爪の角度をぐるっと回転させてもらって、こう横にね手を横にしてもらって左から右に動かすと非常にね引きやすいです。左利きの方の場合は右からね左の方が描きやすいかなと思います。中心ね取ってあげて引いていきましょうか。いきますよ。ゆっくりね引いていきます。ここも好みなんだけど、長い線引く場合はこのぐらいの角度で引いてあげると引きやすいです。ちょっと直角だと長い線描きにくいし、寝かせすぎても描きにくいんで、45度ぐらいかながおすすめかな。では引いていきますよ。スイ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 と、スイ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 。いい感じにね一本引けましたね。一発でねこうスッと引いてもらった方が、美しいんだけどね途切れてしまう場合もあるので、こっちのちょっとずつ継ぎ足していただく方がおすすめですね。なかなかいい感じにね引けましたね。アートとしてはね一本引いただけなので全く映えないんだけど、こういう地道なね練習がねきっとつながっていくんですよ。細い線ねいっぱいね描いて、ちょっと短い線とかも描いてもらってもいいかもしれませんね。ちょっと短い線とか、この斜めにね引いていく練習とか、ちょっとこう太くしてみたりとかね。で慣れてきたらね少し曲線なんかを引いていってもらってもいいと思いますよ。こんな感じですね。多分ね意外とね曲線の方がね描きやすい気はするな。ちょっとこうめっちゃ細い線ねまつげみたいになりましたけど、まつげ描く練習とか
これあとはね、ほんと己との戦いなのでね、いろんな線をね、引いてみてください。はい、という感じでね、今日は細い線を描くために必要なポイント3つですね。ジェル選び、筆選び、筆は引いて描くということをお伝えさせていただきました。まずは細い直線を描くところから始めてみるのがおすすめです。めちゃくちゃ欲を言うとね、ちょっとこの最初に描いた1本の線もちょっと太いんですけど、本当にあとはコントロールでね、めちゃくちゃ細い線とかもね、描けますからね。細い線とか。で、細い線がね、引けるようになると、本当アートの幅がめちゃくちゃ広がるので、本当にね、ちょっと大変なんですけど、細い線はね、ぜひ習得してほしいなって思います。セルフネイルの幅を広げてください。ちなみになんですけど、来年2023年1月の、あわチャンネルオンラインサロンあわちゃんとネイルの会で細い線練習会なるものをねちょっとやりたいなと思っておりますんで、ぜひご興味ある方はね参加していただけると嬉しいと思います。さてね、今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。またうまくいかなかったポイントとかねありましたら、あーちゃんのね LINE 相談室の方をねぜひぜひご利用いただければと思います。ではね、今日の動画を見てくださったあなた、お願いがあります。ぜひ高評価、チャンネル登録ボタンをねポチッと押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。押せた？ありがとうございます。それではね、次回のあーチャンネルもよろしくお願いします。またお招きだよー。